はい、皆さんこんばんは。本日はですね VFC の HK417 ガスブローバッグをご紹介したいと思います。今回ですねこの銃、以前からいろいろお借りしているワトさんからまたお借りした銃になります。いつもありがとうございます。この HK417 東京マルイが次世代で出た時にですね非常に話題になったかと思います。私はですね映画の13時間というのがあるかと思います。あれのですねレンガジモデル、非常にこれ気になっていて、その気になっているところにですね、417、お借りできたということで、非常に嬉しい限りであります。手にして印象になりますけれど、やはり大きいのが印象的です。あと重量もですね約4キロぐらいあってですね、ずっしりとした印象でした。フルメタルの構造で、合成はやはりしっかりしてるかなというふうに感じます。あとはやっぱり正式ライセンスに基づく刻印というのがしっかりしていて、見た目もですね非常にいい感じがしました。それではですね各部見ていきたいと思います。はい、まずフラッシュハイダーですけれども、こちらは通常のですねバードケージタイプのものになります。こちらスチールになります。はい、あとこちらを外せばですね 14mm 逆ネジの仕様になっています。はい、あとアウターバレルはですねこちら16インチだと思います。このアウターバレルもスチールですね。はい、あとハンドガードはですねこちらこのモデルは多分13インチのロングタイプになっています。付属品としてですねこの専用のレールカバーがついています。こちらもですねこの通り HK の刻印が入っています。はい、アッパーロアともですねレシーバーはですねこちら弾丸が 7.62mm ということで、非常に大きい感じがします。あと刻印類もですねかなりきっちり入っている形になります。416と比較するとこんな感じですね。はい、ちょっとあんまり分かりづらいですがかなり幅が違うのが分かるかと思います。はい、改めて416と比較してみました。こう見るとですねかなり大きさの違いがあるかと思います。はい、セレクターはこちらになって、左右にあるアンビタイプになります。はい、トリガーはこのような形です。トリガープルはですね少し重めです。ただこのですねドライファイヤーした時のですねカチンっていう音が非常に印象的ですね。はい、グリップはですね HK 独特のこの非常に丸まってるタイプですね。これただですねフィンガーチャンネルがないタイプなので私的には非常に嬉しいですね。はい、ストックもですねこちらも HK 独特のものになります。これただバッファーチューブがですねかなり太いのでこちら通常の M4 タイプのですねストックは利用できないというふうに思います。はい、ボルトストップはこちらにあります。このように迫力あるリリースができます。あとこちらレバーはスチールになります。はい、右側の刻印はこの通りになります。このダストカバーですかね、これは樹脂ですかね。はい、このボルトの中にも HK の刻印が入ってます。はい、こちらがマガジンになります。マガジンの外側はですね樹脂製ですね。で装弾数は20発になります。やっぱり外が樹脂製なので温めるには少し時間がやはりかかります。あとこのマガジンにはこのレバーで空打ちモードが選択できる形になります。ただですねこれ個体差かもしれませんが一つのマガジンは通常モードで打っている途中でですね空打ちモードに切り替わってしまうという現象が起きました。はい、それじゃあ通常分解したいと思います。これ M4 と同様ですねこちらのピンを抜いてこの通り上部が開きます。ボルトとですねチャージングハンドルが引き出せます。このボルトですねかなり
このボルトかなり大きいですよね。で面白いのはこれ前に出るスプリングが入ってる形なんですかね。これがちょっと違ってますね。変わってますね。でこれが416です。見ていただくと大きさがかなり違うのが分かっていただけるかなというふうに思います。あとですね、ボルトのですね、ここにはですね、ボルトストップがかかるところだと思いますが、ここは削れ防止のですね、サラネジが入っています。はい、今回私じゃなくワトさんがしたカスタムはこのスコープになるかと思います。こちらはイーグルアイの3から12倍のですねスコープで、このスコープは値段の割には非常に画面もクリアでいいものじゃないかなというふうに思いました。はい、全体の感想になりますけれども、やはりまずはですね、全体的に銃が大きくて重量もあるので、非常に安定感があるなというふうに感じました。あとリコイルはですね、これはかなりの強さがあります。ズドーンという、音とですね、結構頭に響くぐらいのですねリコイルを感じることができます。あとフルオートについてもですね、大口径らしい、スローなんですけれども迫力がある、フルオートが私は非常に気に入っています。重量もあるので、アサルトというよりはですね、スナイパーライフルのようにですね固定して撃つのがいいのかなというふうに感じました。あとこの冬の時期でもですね、マガジンをしっかり温めればですね、初速も90台は出たりします。私の銃ではないので私が言うのも変なんですけれども、ぜひですねこの、ハンドガードが9インチのもの、あと12インチのバレル、こういったものもですねカスタムしたものをですね撃ってみたいなというふうに感じました。あと最近 KSC からですね HK417 のガスベルが出たと思います。こちらも気になりますが、KSC さん417を出したということはですね、多分416も出してくれるんじゃないかなと。そうすると、次は丸井さんかなとなんていうのを勝手に期待はしています。HK 好きの私としてはですね、バリエーションが増えるのは非常に楽しみであります。今回大口径のですねこの迫力あるリコイル、こういったものを楽しみたいにはですね、この VFC の417非常におすすめだと思います。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。